こんにちは、ユーデミー講師のヘイジです。今回はジオメトリーノードを使って六角形を並べて作るバリア表現をする方法を紹介していきます。突然ですが、アニメに出てくるようなバリアの表現をしたいと思ったことはないでしょうか。六角形をつなぎ合わせる形なので、ジオメトリーノードを使えばすぐできそうだけどうまくいかないなって思ってませんか？今回紹介する方法を使えば球状のバリアと平面上のバリアを作れるようになります。そしてバリアの面を一部欠けさせた表現方法もできるようになります。主に使うノードはデュアルメッシュやメッシュとカーブの変形、位置設定ノードです。特にオブジェクトの並べ方は他にも使える知識として身につけていきましょう。このチャンネルではジオメトリーノードを使ったブレンダーの遊び方を紹介していますので、興味ある方はチャンネル登録と評価をお願いします。ではまずは球状のバリアを作っていきましょう。デフォルトのキューブを残した状態でジオメトリーノードタブに移行します。そしてジオメトリーノードエディターの新規を押して名前を GN1 としてみましょう。立方体の名前も GN1 としておきます。はじめにキューブをバリアの元になる球状の形に変更させましょう。メッシュプリミティブの ICO を追加します。シフト A メッシュプリミティブ ICO を選択して追加します。ICO を使うポイントは三角形をつなげた球状のオブジェクトという点です。そしてここにデュアルメッシュというノードを追加していきます。シフト A メッシュ処理デュアルメッシュを選択して ICO の後ろに接続します。すると六角形をつなげた球状のオブジェクトに変化しました。このデュアルメッシュは元のメッシュの面情報を頂点情報に変換してその頂点に面を適用させるものになります。少し難しいんですが、ここは三角形の多面体である ICO にデュアルメッシュを適用すると六角形の面をつなげたものに変換されるということを覚えておきましょう。ただの球状のバリアであればこれで大枠は完成になります。まずはマテリアルを適用させてみましょう。プロパティ画面のマテリアルタブを選択し、マテリアルの名前をグラスとしておきます。シェーダーをグラス BSDF に変更させて色を水色にしてみましょう。あとは好みですが、設定でブレンドモードをアルファブレンドに変更しておきます。それではこのマテリアルを反映していきます。シフト A マテリアル設定を選択して ICO の後ろに接続します。マテリアルはグラスを選択しておきます。次に各面の辺を光らせたいと思います。まずはこのオブジェクトの辺情報を抽出していきます。シフト A メッシュ処理メッシュのカーブ化を選択してデュアルメッシュの後ろに先ほどのノードとは別に接続します。このノードでメッシュの辺情報を読み取りカーブ形式に変更します。そして参考までにグループ出力につなげておきます。ただこのままだとカーブだけでマテリアルをつけれないのでカーブのメッシュ化につなげます。シフト A カーブ処理カーブのメッシュ化を追加しメッシュのカーブ化の後ろに接続します。メッシュの断面を決める断面カーブにはただのカーブ円を適用させていきます。シフト A カーブプリミティブカーブ円を追加し断面カーブと接続します。これでメッシュの辺にあたる部分を筒状の形にすることができました。次にマテリアルを設定していきます。プロパティ画面のマテリアルタブでプラスを押してマテリアルを新規追加します。名前はラインとでもしておきましょう。放射シェーダーを選択し、こちらも青色にして強さを3ぐらいにしておきます。そしてマテリアル設定をシフト D でコピーしてカーブのメッシュ化の後ろに接続します。マテリアルはラインを選択しましょう。これで辺を光らせることができました。最後に先ほどの面情報と同時に出力したいのでジオメトリー統合で接続してあげましょう。シフト A ジオメトリー統合を選択しグループ出力の手前に接続し2方向のノードをつなぎ合わせてみましょう。以上が一番簡単に球状のバリア表現を作る方法になります。次に今作ったノードを利用して平面のバリアも作っていきたいと思います。まずは平面を用意してみましょう。3D ビューポート画面で平面を追加します。シフト A メッシュ平面で追加し名前は GN2 とします。タブキーで編集モードに移行し右クリックから細分化を選択し分割数を5くらいにしておきましょう。
そしてプロパティ画面のモディファイヤータブからジオメトリーノードを適用します。そして GN1 を選択し反映させてから2のところをクリックし GN2 と名前を変更させましょう。まずはグループ入力と ICO を入れ替えます。ただ平面は四角形で構成されているので先ほどの ICO のように六角形にはなりません。なので少し強引ですが平面の四角形を三角に変化させます。シフト A メッシュ処理三角面化を選択しグループ入力の後ろに接続します。そして分割方法を固定最小頂点数を4にすると傾いてはいますが平面上に六角形の面のバリアを作成することができました。 3D ビューポートで回転させるとこのようなバリア表現ができます。 R キー X90 R キー Y45 これが一つ目の平面上のバリアを作る方法になります。次にもう一つの方法で本当の四角形をベースにしたバリアを作る方法を紹介します。まずは何でもいいのでノードを反映させるオブジェクトを追加します。シフト A メッシュ平面で追加し名前を GN3 としましょう。今回は一つの六角形のオブジェクトをポイントに反映させてバリアを表現していきたいと思います。まずは先ほどと同様にモディファイヤータブから GN2 を適用し2のタブを押して名前を GN3 に変更します。そしてこのデュアルメッシュあたりは不要なので選択して削除をしておきます。また見やすいように点キーの7で上から見た視点で編集を進めましょう。では元になる面としてグリッドを追加していきます。シフト A メッシュプリミティブグリッドを追加しグループ出力とつなぎます。グリッドのサイズを5メートル頂点数をどちらも5にします。ここに六角形のメッシュをインスタンス反映していきます。六角形は円柱の頂点数を変えて表現してみたいと思います。シフト A メッシュプリミティブ円柱を追加し頂点を6深度を0にします。そしてポイントにインスタンス作成でこの円柱を反映します。シフト A インスタンスポイントにインスタンス作成を追加しグリッドの後ろに接続します。そして先ほどの円柱をインスタンスに接続し Z 軸に90度回転させるとこのようになりました。ただこれだと全ての六角形が重なっているのでこの横ラインを一つ飛ばしで横にずらしてあげる必要がありそうです。グリッドの各ポイントをずらしてあげれば表現できそうな感じがするのでまずは位置設定を追加しましょう。シフト A ジオメトリー書き込み位置設定を追加しグリッドの後ろに接続します。それではポイントを動かしてみましょう。動かすための条件をしていく必要があるのでインデックスの考え方を使っています。スプレッドシートを見ると今インスタンスが0から24までのインデックスが割り振られています。そして順番は左下から始まっていそうです。下から2段目と4段目を少し右側に移動できれば噛み合うのでそこを指定したいと思います。今回は数式ノードのラップを使いたいと思います。シフト A ユーティリティ数式を追加しカラムをラップに変更します。ラップは入力した数値を最小最大の範囲の数値で繰り返すイメージになります。最小0最大を5として値を変化させてみましょう。試しにラップを位置設定の選択につなぎます。そしてラップの値を0にすれば出力は0、値を4にすれば出力は4、値を5にすればまた0になっています。なので0から24までのインデックス割り当てが0から4の繰り返しになりました。これがラップの動きになります。このままでは意味がなくラップの出力がどういう条件の時に位置設定を有効にするか決めます。そのために比較ノードを使います。シフト A ユーティリティ数式比較を追加しラップの後ろにつなぎます。比較ノードは同じにして値を0にしています。その状態で位置設定のオフセットの X の値を変えてみると0である一番下の六角形だけが動きました。比較の値を1にすると下から2番目が動きますね。これで条件に合わせて位置設定で移動ができます。今度は段違いにしたいので一つではなく複数の結果を比較から取り出したいです。
今の状態だと1、3にあたる場所を動かせばうまくいきそうです。なのでラップの結果を2で割り、その余りが0以外のものを選択するということにします。ラップを Shift+D でコピーして後ろにつなげ、カラムを余剰切り捨てに変えて値を2とします。そして比較ノードを整数違うにして B の値を0にします。すると1、3にあたる下から2番目と4番目だけが移動しました。今のままだと円柱同士が少し間隔があるので、円柱をずらしている数値だったり円柱の半径を少し調整していきます。今は円柱をそのままインスタンス反映しているだけなので、この円柱も先ほどと同じようなマテリアル設定を反映していきます。少しこの下の方に残しておいたものとつなぎ合わせたものをこのインスタンス反映につなぎ直せば、先ほど作った六角形のオブジェクトと同じ表現でこれをインスタンス反映させることができました。以上がノードを使ってバリア表現をする3つの方法になります。デュアルメッシュの使い方やポイントの移動方法はぜひ覚えておきましょう。次にこのバリアを少し欠けた表現にもしてみたいと思います。使うのはこの GN1 とします。GN1 を選択し、ジオメトリーノードエディター画面を確認します。イメージとしては面をランダムに選んで削除させていきます。Shift+A、ジオメトリー、処理、ジオメトリー削除を選択し、デュアルメッシュの後ろに接続します。カラムは面に変更しておきます。また、2方向に分かれていたノードを接続し直しましょう。そして、カラーランプとノイズテクスチャーを追加します。Shift+A、ユーティリティ、カラーランプ。Shift+A、テクスチャー、ノイズテクスチャーを選択し、ジオメトリー削除の選択につなげます。カラーランプでノイズの範囲を調整すると、ノイズの箇所だけ削除されるので、六角形の面が一部だけ表示させないことができました。以上がテクスチャーノードを使って面をランダムに削除する方法になります。このジオメトリー削除の選択に何をつなげるかで他にもたくさんの表現ができるので、ぜひ試してみましょう。かっこいいバリアを作ることができましたか？今回のチュートリアルの内容も何かに使えると思うので、面白い案を思いついた方はぜひ作品に挑戦して SNS にアップしてみてください。気に入ってもらえた方、まだまだ見たいなと思っていただけた方がいれば、高評価とチャンネル登録をお願いします。また、ゼロから体系的に学びたい人向けに Udemy 講座もリリースしています。概要欄の公式 LINE や X で毎月クーポンを発行していくので使ってください。そして公式 LINE では動画や自主制作に関する質問も受けているのでお気軽にどうぞ。それでは次回もジオメトリーノードを使って一緒に遊んでいきましょう。お疲れ様でした。